株でどれだけ稼いでも確定申告さえしなければ保険料が安く済んでいた抜け道を塞ぎます。0、はじめに投資家が使っていた社会保険料のガレがとうとう使えなくなります。3つのポイントに凝縮すると以下のようになります。今のルール、株の利益は申告不要を選べば所得にカウントされず、社会保険料、国民健康保険や介護保険が上がらずに済んでいた。これからの検討、証券会社のデータを活用して申告しなくても利益を全て把握し、しっかり保険料に反映させる。目的は、汗水垂らして働く現役世代と株の利益で暮らす資産家の間にある負担の不公平をなくし、社会保障の財源を確保すること。要するに、稼ぎ方が給料でも株でも儲かっているなら同じように保険料を負担してくださいねという実質的な負担増の通告と言えます。投資をしている人にとってはまた増税実質的な負担増加と頭の痛い話ですが、公平性の観点からはようやく着手されたかという社会保障制度の大きな転換点となるニュースです。このニュースの背景にある仕組みと、なぜこれが今議論されているのかを分かりやすく整理補完して解説します。1、何が変わるのか。現状と変更案。現在、多くの投資家が利用している源泉徴収ありの特定口座では、株の利益から一律に 10.315% の税金が自動的に引かれます。現状、確定申告をしない申告不要制度を選択する限り、その利益は所得としてカウントされません。そのため、どれだけ株で稼いでいても、住民税や国民健康保険料、医療費の窓口負担割合1割3割に影響しないという仕組みになっています。検討されている変更案、証券会社から国税庁に送られる支払い調書などを活用し、確定申告をしていなくても金融所得を把握できるようにします。これを自治体などのデータと紐付け、保険料の算定や医療費負担の判定に反映させるというものです。2、なぜ不公平と言われているのか。このニュースを取り上げた掲示板でもええことや当たり前という声があるのは、以下の逆転現象が起きているからです。現在の日本の制度では、働いて稼いだお金給与所得と投資で稼いだお金金融所得の間で、社会保険料の計算ルールに大きな格差があることが問題視されています。補足される所得と隠れる所得、会社員などの給与所得者は、給料の額がそのまま所得として自治体に把握されます。そのため、年収が上がればそれに応じて国民健康保険料や介護保険料も自動的に上昇します。一方で、株の利益などを源泉徴収ありの特定口座で受け取っている場合、確定申告をしない選択をすれば、その利益は住民税上の所得としてカウントされません。つまり、株で数千万円の利益を上げていても、書類上は所得ゼロや低所得者として振る舞うことができてしまいます。実際の経済力と負担の逆転現象。この仕組みのせいで、以下のような逆転現象、不公平が発生しています。保険料の格差。毎日働いて年収400万円を得ている人よりも、株の配当で年収1000万円を得ている人の方が、住民税非課税世帯として扱われ、保険料が格段に安くなるケースがあります。医療費負担の格差。75歳以上の後期高齢者医療制度などでは、現役並みの所得があると窓口負担が3割になります。しかし、高額な金融資産から利益を得ていても、それが所得に反映されない仕組みを利用すれば、本来負担能力がある資産家でも1割負担で済んでしまうことが多々あります。正直者がバカを見る状態の解消をまた、株で損失が出た場合に損益通算利益から損失を引くことをしようとして確定申告を行うと、今度はその利益が所得として合算されてしまい、結果として節税額よりも保険料の増額分の方が高くなってしまうという罠が存在します。今回の厚労省の検討案は、こうした申告するかしないかで負担額が大きく変わる不透明な状況を是正し、どんな手段で稼いだかにかかわらず、等しく経済力に応じた負担を求めるという公平な仕組みへの修正を目指したものです。このように、
資産家や投資家が制度の隙間で本来払うべき負担を免れている現状を適正化しようとする動きがニュースや掲示板で不公平の是正と表現されている理由です。3、投資家への影響と懸念点。同じようにもう終わりだよこの国損失出したら補填しろといった反発があるのは以下のリスクがあるためです。実質的な増税、税率は変わりませんが社会保険料という名目での支出が増えるため手残りの利益が減ります。 NISA への影響。今回の検討対象に NISA 口座が含まれるかは大きな焦点です。政府は貯蓄から投資へ促しているためNISA まで対象になるとはしごを外されたと感じる人が増えるでしょう。現時点では非課税所得である NISA は対象外とする見方が強いですが議論の行方に注目です。事務負担とプライバシー、マイナンバー等を活用した資産把握がより強固になることへの心理的事務的抵抗感。4、掲示板で議論されていたギャンブルとの違い。スレッド内でギャンブル宝くじ競馬と投資の差が議論されていますが税制上の建前は以下の通りです。投資企業への資金供給という生産的活動であるため損益通算赤字と黒字を相殺して税金を減らすなどの優遇措置がある。ギャンブル、単なる娯楽消費とみなされる。ただし宝くじは販売時点で価格の約4割が公共事業等のために天引き実質的な納税されているため当選金には税金がかかりません。5、まとめ。今後の注目ポイント。厚労省は2026年度以降の導入を目指し2025年内今年末に一定の方向性を出す予定です。ポイント。合計所得金額の定義が変わるのか、 NISA 口座の利益はどう扱われるのか、損益通算の結果マイナスになった場合は保険料が下がるのか、これらが具体的にどう決まるかによって個人の資産運用戦略を練り直す必要が出てくるかもしれません。この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いいたします。